んにちは、パルです。皆さん元気ですか？先生はとっても元気です。今日は教科書にない日本語シリーズです。また新しい日本語を一緒に覚えていきましょう。実は今日写真フォルダを遡ってたんですよ。で、いろんな写真を見ていたら、だいたい3年前ぐらいに先生が一人で韓国に行った時の写真が出てきました。なんかその写真も見ていて、うわ、懐かしいな、また行きたいなって思い出に浸っていたんですけど、写真を見ているうちに当時のことをいろいろ思い出しました。当時、先生一人でソウルに行ったんですよ。で、噂によれば、とりあえず行くなら夜のミョンドンに行けみたいな記事を見つけたので、よし、じゃあ日が落ちて夜になったらミョンドンに行こうって決めてました。で、夕方ぐらいになってきて、一人でミョンドンに行ったんですけど、時間が遅くなってくるにつれて、だんだん屋台、出店が出てきました。やっぱり食べ物の屋台、出店が多いんですけど、道の真ん中に靴とか服とか、あと靴下とか帽子を売っている出店があって、で、その店員さんがすっごく必死にいろんな観光客に声をかけて物を売ろうとしてました。で、どうやって見分けているかわかんないんですけど、観光客の顔とか様子を見て、中国語で話しかけたり、アジア以外の観光客だったら英語で話しかけたり、日本人には日本語で話しかけたりしてました。周りを見る感じ、韓国の方は結構少なかったかなって思ってます。ちょっとあまりはっきり覚えてないんですけど、ミョンドンはやっぱり観光客が多い街なのかな。で、先生もその店の前を歩くときに、その店員さんに話しかけられたんですよ。で、どこをどう見て日本人って判断したかわかんないけど、なんか買ってってねみたいな日本語で言われて、で、その次のセリフが、パチモンいっぱいあるよ、安いよって言われたんですよ。もう先生は普通に無視しようって思ってたのに、パチモンいっぱいあるよっていう言葉でついつい反応してしまいました。なぜかというと、外国人がこのパチモンっていう言葉を使っているのを初めて聞いたからです。なんで知ってんのこの言葉をって思ったんですよ。なので、今日はみんなにもこのパチモンっていう言葉をシェアしたいと思います。日本人は普段の会話で使うけど、教科書には絶対に載っていない単語です。みんなも今日ここで一緒にこの言葉を覚えていきましょう。では早速、パチモンは偽物という意味です。偽物は他にも模倣品とかコピー商品ということもあります。このパチモンの使い方は偽物と同じで、ここの商品全部パチモンだとか、これパチモンなんだよねということができます。使い方はすごく簡単ですね。はい。これ偽物なんだよね。ここの商品全部偽物だと全く同じ意味です。つまり、先生がミョンドンで聞いたパチモンいっぱいあるよ、安いよというのは、安い偽物がいっぱいあるよという意味です。そしてもう一つ、パチモンと少し似たバッタモンという言葉もあります。この言葉はもともとバッタ屋で売られている商品のことを指していました。このバッタ屋っていうのは正規ルートで仕入れたものではないもの、正しいルートで仕入れたものではないもの、それから使うには問題がないけど
箱が潰れているなど、包装が劣化してしまったもの。そして、売れ残り商品。売れずに残ってしまったもの。それから、倒産した企業の倒産品。そして、賞味期限切れに近いものを売っている場所です。これをバッタ屋と言います。このバッタ屋は簡単に言えば在庫処分業者、格安販売店ということです。つまり、バッタモンは本物ということになります。パチモンは偽物、バッタモンは本物です。ですが、最近ではパチモンと同じように偽物という意味で使うことも多いです。で、この2つの単語はどちらも大阪弁から来ているらしいんですが、今では全国的に使われている印象です。先生も関西出身ではないですが、普段よく使います。あれ絶対パチモンじゃないとか、これ絶対バッタモンだよねって言ったりします。去年なんかはラブブがめっちゃ人気ありましたよね。みんなカバンとかにキーホルダーをつけてたんですけど、やっぱり人気が出てくると偽物も増えてくるということで、あのラブブパチモンじゃないとか、あのラブブ絶対バッタモンだよねっていう言葉も去年はよく聞きました。ですが途中からラブブの偽物のことをラフフって日本で呼ぶようになったんですね。なので、ラブブに対してはラブブのパチモンというより直接これはラフフっていうことが多いんじゃないかなと思います。みんな去年ラブブ買いましたか？先生は一回買いそうになったんですけど、高すぎてやめました。プレネといってプレミアムの値段。普通の価格よりもう全然高かったので諦めました。はい。では最後に偽物を表す他の言葉を少し紹介したいと思います。例えば美術とか芸術の作品の偽物を表したいときは贋作とか偽作という言葉を使います。他には例えば著作権を侵害して作られた複製、インターネットで違法に流れているアニメとか漫画とか映画とか、こういうものは海賊版と言います。じゃあ、あと2つ紹介します。1つ目はエセ何々です。このエセ何々っていうのは、見かけはそれらしく見えるんだけど、実際は本物ではないこととか、劣っていることを指します。例えば、どんな感じで使うかというと、関西出身ではない人が使う不自然な関西弁に対して、エセ関西弁と言ったりできます。エセ関西弁、つまり不自然な偽物の関西弁ということです。他には、エセ知識人と言ったりもします。これは、知識がたくさんある人のようにしているけど、実は本質を全然理解していない人、中身は全然実は知識がない人のことをエセ知識人、偽物の知識人と言ったりします。なので、このエセというのは、そのものに対して使うというより、人に対して使う感じです。エセっていうのは、その人本人がその気で振る舞っているけど、実際は全然違うっていう時に使います。はい、じゃあ最後の一つ。最後は、何々もどきです。この何々もどきっていうのは、あるものに似せて作ったものとか、本物に似てるけど別物のことを指します。例えば、日本には
カニカマという食べ物があります。このカニカマはカニもどきです。カニに似せて作ったもの。カニじゃないけど、カニみたいなものということです。他には、社長もどきとか、社長の真似をしている人、社長っぽい人、社長じゃないけど、社長っぽく振る舞っている人を社長もどきだっていうこともできます。この何々もどきの場合は、もどきの前に本物であるものの単語を足します。さっきのカニカマだったらカニもどき。カニは本物。社長もどきだったら社長は本物の社長。もどきを足すと偽物の社長という意味になります。要は紛らわしいものということです。紛らわしいっていうのは偽物そっくり、間違えやすいっていうことです。だいたいわかったかな？はい。では今日はパチモン、バッタモン、それからいくつかの偽物を表す単語を紹介しました。みんなも今回覚えて今日から一緒に使っていきましょう。では今日も皆さん聞いてくれてありがとうございました。みんなもお疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。